アートっていうのはもっとフィジカルなものであるべきだっていう、いろんなやり取りが作品とあって、その魅力を伝えたいっていう。日比野勝彦っていう人がそれそのものがなんか作品みたいな感じで分かりっこないっていうことに対して受け入れるっていうのはとてもこれからの時代大事だと思っていて。今回の講座ゲストはアーティストであり東京芸術大学の、教授でもいらっしゃいます日比野勝彦さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。東京芸術大学に在学していた80年代前半より段ボールを用いた作品を制作発表し大きな注目を集めます。その後はシドニービエンナーレ、ベネチアビエンナーレにも参加するなど現在に至るまで国内外で個展やグループ展を多数開催するほか、舞台美術、パブリックアートなどジャンルを横断する多彩な活動を展開されています。また一般の参加者とともに各地域の特性を生かしたワークショップを多く行っているほか、母校である東京芸術大学にて美術学部長、また岐阜県美術館館長を務め、現代アートの普及や後進の育成にも力を入れておられます。肩書きに関してどう思われますか？アーティストでもあり、大学の教授でもあり、あとは、岐阜の方でした。自分の出身が岐阜なんですけども、出身の岐阜の県の美術館の館長とか、あと熊本市の現代美術館ってあるんですけど、そこの館長もこの6月から肩書き日本サッカー協会理事、そう見ました。そっちの方がインターナショナル的には効くんですけど、サッカーの方受けがいいとか、基本的にはアーティストで自分の表現をやっていて、で大学時代は学生の時デザイン科だったんですよ。でデザインっていうのはどっちかというと割と社会との連携とか、どうやってやったら自分の考え方が発信できるかとか、さまざまなメディアとの連携っていうのがやっぱりデザインっていうのがある。僕が80年代90年代20世紀から21世紀変わる時にやっぱり役割がいろいろ、美術館の役割とか大学の教育研究の役割っていうか、当然それは大学生っていうのはどんどん世代交代していくから、大学時代も変わっていかなくてはいけないっていう。そんな時に自分のアーティストとして社会とどう一緒に呼吸していくかとか、社会的な課題に対して芸術はどう取り組むべきかとかっていう、そんな自分のアーティストとしての役割。アーティストってもたくさんこの番組もね、僕もちょっとYouTube で拝見しましたけども、いろんな人が関わっている。その中でじゃあ自分のアート業界の中における自分の役割が何かというと、よりアートの可能性を広げていくとか、アートが社会の中にどう機能していくかってことを提案していく、実践していくっていうのがアート業界っていうものがあるとしたら、そういう役割っていうのは昔からやってきたので、それが、大学における教育研究、機関というか、そういう人が集まってるコミュニティ的なところで何やるか、美術館っていうのも本当ここ20年ぐらい随分変わってきましたから、役割がね。ちょっと日比野がやってるようなアクションを美術館でもやってみないかっていうようなことで声かけていただいて、なので役職は年とともにちょっと増えてるけれども、やってること自体はそれほど自分の中で変わってはいないし、変えられないし、日比野が3人も4人もいるわけじゃないのでそこが問題ですよね。やってます。日比野さんのその活動をなんかちょっとだけ調べただけでも本当にある種すごく多岐にわたるという見え方にもやっぱなるし、そしてそのプロジェクトがいくつもあるじゃないですか。でそのどのプロジェクトも何年から始まって現在、何年から現在ってなってるのがすごく印象的だなと思っていて、アーティストというその肩書き、呼び名、その世界で生きてるっていう意味でその言葉を使うっていうことになるんだと思うんですけど、日比野勝彦っていう人がなんかそれそのものがなんか作品みたいな感じで、その日本中世界中をなんか旅して回ってるっていうような人なのかなって勝手に想像したんですよね。最初は段ボールからの作品制作みたいなことから始まってますけども、そこからどんどんなんていうか、ちなみにそういう制作ももう今もされてるんですか？やってますね。個人で自分の一人でやるコツコツやる時間も好きだし、そういう制作もやってますね。りつつプロジェクトを自分で立ち上げたりする、ずっと継続させたりとか。
僕はやっぱり、ミラさんとか森山さんね、こう演劇舞台とかやられていて、僕はやはりこう美術の中で大きな今のワークショップとか集団で動かすようになるきっかけはやっぱり舞台なんですよ。で僕は大学院の1年生の時に天井桟敷、寺山修司さんが亡くなられたのが1年後に追悼記念公演というのがあって「時代はサーカスの象に乗って」っていうお芝居を僕初めてそれで舞台美術と舞台にも出る経験をするんですよ。でその経験はやっぱりすごくそれまで一人で絵を描いて作品だけがギャラリーに行きでその描いた本人はギャラリーに居場所がないっていうでそしてお客さんの声も直接聞けるわけじゃないし、今のようなものが何もないから、そうすると舞台出た時にもうなんかいわゆるこう照明から衣装から演出から、当然その本があって役者があって、っていう時間でお客さんがいるってそのリアクションで、それはこれすごいなこの空間はっていうすごい贅沢な空間に舞台は思えたんですよ。ギャラリーとかって別にお金払ってギャラリーに、入らなくちゃいけないところもあるけど基本的にフリーじゃないですか。でいたいだけいればいいし、嫌いだったらすぐもう出ればいいけど、お客さんはさまだ2000円とか3000円とか5000円とか払ってそこに2時間座らせるわけですよ。すごいこれ贅沢な空間だなと思ってそこで自分のを見てくださいって言って、だから僕がその時初めて舞台美術とやったので半分自分の展覧会を見せる。でそこに寺山さんのシナリオがあったり役者がいたりして、で自分もそこ出てたから、やっぱその衝撃がすごくあって、でそこからどんどんこういろんな分野広がっていくんですけども、もう一個は寺山さんの話で言うと学生の4年生ぐらいの時にこう映像の授業があって、でいろんな実験映像とかビデオ作品を見る時に寺山さんのインタビューっていうような、で寺山さんがいろんな質問に矢継ぎ早に答えていくのね、あなたの性別は男です、あなたはどこどこ出身です、どこどこです、もうとにかく反射神経的に答えていくってやつで、その中にあなたの職業は何ですかっていうクエスチョンがあって、でそして僕もその授業中で聞いてて面白い、寺山さんこそ劇団主催者だし、詩も書くし競馬の評論もやるし映画監督もやるし、時々ちょっと危ない方向も行ったりしてって、そしたら寺山さんなんて答えたかというと、僕の職業は寺山修司ですって答えたんです。でそれ見ていいなそれって思ったわけですよ。ミラーさんが言ったような「日比野さん何ですか?」って言われた時に自分の職業は日比野勝彦ですって言えれる、ちょっとなんかまだ照れくさくて言えないけども、そんな風に言えるようになりたいなっていうのは20代の頃思ってましたね。この番組でいろいろポップアートとは何かとか、アートコレクターとかいろいろ見ていただいてそう見たで本当そういう中でアートっていうのは動いていく、僕80年代に20代だったので本当、自分の職業っていうのを固めることなく、そしてアートの可能性ってもっとあるんじゃないかとか、それこそあとスポーツもね、スポーツっていうものもなんかもっとやっぱり身体的なフィジカルな部分で言えばやっぱスポーツっていうのはすごいエンターテインメントだし、アートっていうのももっとフィジカルなものであるべきだっていう、結果だけのものだけが一人歩きしてくれなくって、それを作った作者がいるわけだから、そこの魅力を発信していきたいといつも思ってて、ここがアトリエだとしたらアトリエで描くじゃないですか、でそれは誰もいなくってある瞬間に作品がどんどん何もないと出来上がってくる、でこれをじゃあギャラリーに持っていくっていう時に、最後一筆入れとかワンアクション入れて、で完成ってなるわけですよ。でそして搬出していく、ってなると搬出した結果しか見れないから、これでいいのかなみたいな、もっと作ってる本人は魅力楽しいこといっぱいあったんだけども、結果だけで伝えきれるだろうかっていうタイプの作家だったから、でそうするといや違うと、もっとアトリエの中でいろんな出来事が起こっていて、いろんなやり取りが作品とあって、その魅力を伝えたいっていう気持ちがあって、公開制作とかライブペインティングとかっていうのも盛んにその頃やるんですね。なるほど。それも
90年代と80年代80年代後半から90年代で、早い。で公開制作をしていると、はい、観客がいるわけです。はいはい、で展覧会だと1回見に来たらなかなか2回目来ないじゃないですか。でも公開制作だとどんどん作品変わっていくから、明日どうなるのかちょっとでまた見に来るリピーターがいるようになると、そうすると顔なじみで「あれ昨日もいたよね」みたいな「いました」みたいな「声かけてくれてありがとう」みたいな感じで、そうするとなんかじゃあちょっと手伝うみたいな「ごめんじゃあちょっとバケツの水変えてきてもらっていいかな」ぐらいのところから「わ変えてきます」みたいな。そうすると少しずつここちょっとなんか黒く塗るの手伝ってもらっていいとかで、そこからですよね、ワークショップ的なものが始まっていくのが。最初は本当その時間とか身体とかプロセスとか過程っていうものの中になんかアートの魅力がもっとあるとっていうところを伝えたいっていう気持ちから、その始めた時にはそんな3年後5年後どうなるかっていうそんなプランまでは持ってない、けど出会いによって変容していこうっていう気持ちはある。で、それは何から一番教わったかというと、僕の中であさって朝顔プロジェクトってあるんだけども、やっぱ植物ってすごいんですよ。その土地に合わせて変化していく、土とか気候とかで、朝顔って一年草だから割とそれが顕著に出るのね。で北の方に行った種をできた種を南に持っていくと1年目はやっぱり夏が短いと思って急いで咲くんですよ。けどそこで取れた種は次の日はちゃんとその土地に合わせて出てったりとか、そうしてこう種をこう増やしていく。具体的には大地の芸術祭って、新潟の十日町でやってる芸術祭、きっかけは地域の人たち100人ぐらいしかいない集落だけど、そこの人たちと一緒にできる作業として朝顔を始めたんですよ。で、2階建ての木造の校舎までロープ張って、でそこに朝顔を育てていくと、校舎が朝顔で覆われるような風景が生まれるんですけども、それ始めたの2003年で、東京の若いアーティストたちも一緒に参加してもらって、大地の芸術祭は9月の末に終わるんだけども、9月の末まだ朝顔咲いてるんですよ。これ無理やり撤収するのもなんだからって言って、1ヶ月後の地域のお米の収穫祭っていうのがあるから、それに合わせて朝顔も根切りしてロープと外してで種取ったら、種がこんないっぱい米びつの米のように取れてトリエンナーレだから3年に1回のつもりだったけど種取れたし来年もやるかって、じゃあ来年もやろうって言ってでその瞬間僕も種が取れたから来年もやるってことはきっと来年も種が取れるから来年も種が取れると思って、これはひょっとしたら終わらないかもしれないと思って今つながっていて、あと種は持ってきやすいからちょっとちょうだいって言って運びやすい、でそれが今29地域であさって朝顔はみんな育てていて、でそれがちゃんと履歴がある種なんですよ。この種はどこどこに行ってどこどこに行ってっていう全部履歴がある種なので、その種が取れた時にはもう本当これが2003年新潟から始まって、その後茨城の水戸に行ったりとか、福岡に行ったりとか、沖縄に行ったりとかしながら今ここにあるって思うと、結構もう種が見ててもう面白くてしょうがないっていうか、すごいな。しかもその土地土地の環境に毎回適応して進化してるわけですね。そうで、そこから、学ぶことはとても多い。あさって朝顔何かってやっぱその種に記憶が詰まっていて、次にまた運んでいくっていう、そのコンセプトがとても大事なので、そこはきちんと語らなくちゃいけないですね。そこのところ、伝わりやすいけどもきちんと何かっていうことを逆にしっかりと伝えていかなくちゃいけないところ。一概にそのアートというものをシンプルに捉えると、今の日比野さんがやられているそのあさって朝顔プロジェクトとかはアートって考えていいのみたいにシンプルになる方多いと思うんですけど、多分その日比野さんがやられている全体に通じるような気がするんですけど、そのコンセプトって言葉としてはどういう感じになるんですかね。アートという文脈においての。あさって朝顔の作者って誰なんですか。あさって朝顔ってアートなんですか。あさって朝顔ってコレクションできるんですかっていう、本当アートって何かっていうとやっぱり物じゃない、いわゆる物を見た時に人間がふって心が動く、
そのきっかけを、アート、ものとして与える、彫刻にしろ絵画にしろ、絵の具がくっついてるキャンバスを見てその色合いのバランスとか見てなんかこういろんなことうわっと思うって、その思えるお前がすごいよっていう話だよね。でそのきっかけを作るアーティストは必要だよ、けどもそのアートってどこにあるのって言ったらアートはものじゃないし、アートはやっぱりそこのこっちの中にあるから、そうするとそのものが例えば朝顔でもありえるんじゃないか、一粒の種でもありえるんじゃないかっていうふうにこう広げていくことはできるのかなとは思っていて、いわゆるアーティスト、アートという名前がついていなくても、例えば魅力的な存在があったりものがあったりして、そこに触発されて自分も行動に起こし、なんか違うことが、もしくは世界が違うように見えたとかって、そういう出会いってやっぱりあるじゃないですか。なんかこう世間に提案するための方法としてアーティストであること、アートであることっていうのがあるような気がするんですけど、日比野さんにとって何ですかね。アートってね、こうもやもやしているものとか得意なんですよ。どうしていいのかわからんっていう時の方がアートにかかりやすいっていうか作家ももやもやしてる方が何かこう、やんなきゃっていう気持ちになるんだよね。だからでも世の中って今本当はっきりさせよう時代がずっと続いてきて、でもそのはっきりさせようも限界あるよってみんな分かってるわけよ、どれだけビッグデータ取ったところではっきりはしないと、最終的にはもやもやっていうか、なんかその間に曖昧なものがあって、そこにこそ人間性があるんだっていうのはもうイメージできてるみんな、でそこにアートはあり続けるし、そこにこそアートがこう発信できるところがあるので、だから分からないことを怖がらずに、そして全員他者なんですよ、分かった、お前の言うこと分かったとか、この絵共感できるなとかっていうのは共感すれども絶対重なってはいない、分かり合えるけども会えてるだけで分かってはいないし分かりっこないっていうことに対して受け入れるっていうのはとてもこれからの時代大事だと思っていて、でそうなってくると、絶えずモヤモヤってあるんですよね。違う、なんで分かってくれねえんだよとか、子と子の間の、そのズレとか違いが表現に、アートが、アートの居場所がそこにはあって、じゃあもう無限になくならないですね。もっともっと身近になってくると思うよ。ある種そうですね。僕は本当思うよ。ヨーロッパ的とかアジア的とか言うじゃないですか、あれ敵っていうだけであって、もっと言えばね、アジアの中にもいろんな国がある、日本の中にもいろんな地域があって、一地域の中にもいろんな個人がいて、そうなっていくと文化は昔はああやってアジア的、ヨーロッパ的とかアフリカアートとかって言い方はしてた、カテゴライズできた時代あるかもしれないし、それはそれでいいんだけども、もっとこれからは本当一人一人の文化っていうものがもうありえる、分かるっていう時代になってきて、そうするとアートの発生する機会は爆発的にこれから増えていくと思いますね。グローバリズムでぐわーって世界中がこう周りに回ってバツンって切れて、そこからまたそういうのが勃興しそうっていうのが本当にリアルに感じられるなんかお話でしたね。いや本当に面白い話ありがとうございました。はい、というわけで本日のゲストは日比野勝彦さんでした。ありがとうございました。